イスー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回使用するキャラは剣道一華だよ。剣道ちゃんのロールはアサルトで個性体験による攻威力強判定な攻撃と、射撃を弾き近距離攻撃にはカウンターも取れるガードが特徴のキャラ。体力の数値はトップクラスの400。特殊アクションは味方を掴んで運び、投げ飛ばすことで瞬時に遠くへ移動させることができる運体験。機動力の低い味方を高所や遠くに移動させたり味方の移動技を節約してもらうこともできる。格闘攻撃は踏み込みが優秀な4段攻撃。空中格闘は他のキャラより発生と挙動に癖がある。個性技アルファは岩を複数投げて攻撃を行うアクセス刀剣。いわゆるショットガンのようなもので近距離で使用すればヒット数が増加しやすいが距離が離れると減少しやすい。レベルアップで攻撃力が増加しレベル4と9で弾数も増加する。攻撃リーチが短く機動力も高くない剣道ちゃんにとっては貴重な中距離攻撃手段だ。個性技ベータは前方に巨大なガードを展開し敵の攻撃を防ぐ準体験。ベータテスト時代よりかなりパワーアップしておりガード範囲が巨大になっていて展開中もそれなりの速度で移動が可能。さらに貫通属性を持つ爆豪のアルファ技や、地面を伝う死柄木の攻撃などもガード可能。そして元々ある特性として近距離攻撃を受けると逆に相手をよろけさせて隙を作ることができる。よろけさせた後は確定で反撃が入り近距離主体のキャラに対してかなりの優位性を持つ。ただし前方の攻撃以外はガードできず、ガードをめくられるような判定の強い攻撃は普通にダメージを受ける。そしてイバラちゃんのアルファ技はそもそもガードできない。レベルアップで耐久値が増加しレベル4と9でサイズも増加する。個性技ガンマは前方に踏み込み巨大な手のひらで相手を挟んで大ダメージを与える主力技強体験。発動からモーションの終わりまでアーマー状態となり、受けた吹っ飛ばしや凍結、完全リアクションを無効化する。レベルアップで攻撃力が増加しレベル4と9でサイズ、弾数も増加する。威力、判定ともに強力で高レベルで手数も増えて、一応ではあるが空中機動も行えるため優先的にレベルを上げてこれを主軸に戦っていきたい。それでは本編行ってみよう。てっぺん狙ってくよ。チームアップは轟と爆豪だよ。正式リリース後の対戦環境は射撃の蓄積点灯値がなくなり単発射撃キャラの火力、連射性が強化された大射撃時代。そのため機動力の低いキャラや射程の短いキャラは苦戦を強いられがち。剣道さんもそんなキャラの一人だが接近戦のポテンシャル自体はかなり高い。接近戦に持ち込むまでの立ち回りや接近後の駆け引きの要となるのがベータ技のガード。ほとんどの攻撃を防ぐことができレベルの低いうちから役割を発揮できる性能をしている。このガードを積極的に展開しながら間合いに持ち込み、ガードと攻撃を効果的に切り替えることで接近戦で優位に立つことができる。ただし機動力が低いため接近するまでの立ち回りが難しく逃げる相手を追うのも得意ではない。そのため接近戦に持ち込んで強みを押し付けつつ、他の敵にも警戒しながら押し引きをしていく判断力も求められる。さて開幕から乱戦状態だがさらに新手までやってきた。最初の戦いではこちらが優勢だったが消耗が激しい。ダウンした敵の KO をしっかり見届けつつ体勢を立て直そう。こんな時に重要なのがチーム回復キットやこのフルサポートドリンク。正式サービスで回復量が増えたのでこういった状況や前線の味方の支援に有用。よし味方も立て直したところで次はさっき戦った緑谷を倒しに行こう。緑谷も現環境トップクラスの一人だが接近戦に持ち込めさえすればこちらが圧倒的有利。よし今度は捕まえたぞ。アルファ技は乱戦時にダウンした敵を素早く処理したい場合にも有用。さてまだ敵が残っているので回復して反撃に移ろう。もう一個のフルサポートドリンクも出し惜しみせず使って味方を一気に回復だ。さあこれで一気にこちらの形勢有利。相手が足並みを揃える前に一気に制圧しよう。セメントス先生の瞬間蘇生か。相変わらずあの技無敵時間が長くて直後を狙えないな。しかし外にいた味方にやられて再びダウンだ。3人目はもうやられているか合流が遅れているかわからないが、セメントス先生も足場を作られる前に対処しよう。これでさらに一人撃破。そして正面方向にさっき見かけた3人目のアスイが来ていたが間に合わなかった模様。あちらも撃破したいが相手は機動力が高いので障害物の多いエリアで全力で逃げられるとさすがに捕まえるのが難しい。深追いすると他のチームとぶつかって無駄な消耗をするので、一旦落ち着いて物資を集めた方がいいな。
ここはさっきの倒壊した建物の多いエリアに戻って市民を救助し、チーム回復キットの確保を狙おう。おっと瓦礫を破壊して市民を救助していたら新手のチームが来たな。敵は轟と爆豪、いずれもトップレベルの射撃持ちだ。アルファ技に連射でガードを甘くしたのは良くなかったな。やはり前に持ち込むまではガード状態をメインにして相手を揺さぶり、嫌がって下がろうとしたところを追撃していこう。よし敵の轟はこちらから逃げようとしたところを味方の集中砲火を受けてダウン。次は敵爆豪を近接戦闘で追い込んで逃げられる前に撃破を狙おう。現在の剣道ちゃんは爆豪の貫通射撃であってもガードできるので近接戦闘ではこちらが有利。移動技を使って逃げられてもしっかり移動先を確認して追撃していこう。よしもう一息で倒せる。そして味方のナイスな追撃が刺さって敵爆豪もダウンだ。現状火力も機動力もトップクラスの爆豪は放っておくと思わぬところから超火力で削られるのでチャンスがあれば積極的に狙って数を減らしておきたい。いいタイミングでアイテムボックス台も降ってきた。ここはしっかり確保して物資を充実させよう。よしこれで物資や味方のレベルアップも問題なくなっただろう。しかしまだまだ残りのチーム数は多いので油断は大敵だ。どうやら残りのチームは山岳ゾーンに集中しているようだ。まずい先行していた味方が集中砲火を受けてピンチだ。ここはフルサポートドリンクを使って味方の回復。ダウンしている爆豪は回復できないが轟は回復できたので蘇生に行ってもらえる。そして味方がピンチの時はこのガードの出番だ。後ろに飛び降りてきたか。しかしこれ以上はやらせん。よし敵爆豪は逃げていったしなんとか立て直せそうだな。しかし敵の火力も高く依然として予断を許さない状況だ。ここは気合を入れ直して後半戦と行こう。よし山岳がダメージエリアに飲まれてはみ出してきたプレイヤーを味方が撃破してくれて人数10人以下。しかしここからは降りてきたプレイヤーたちが入り混じっての乱戦になる。位置取りをミスして集中砲火を受けると一瞬で解けるので油断せずに立ち回っていこう。ここはガード持ちの私が前線を張り後ろから味方に撃ってもらう形が一番いい。遮蔽物やら茂みの後ろにかなりの数がいるなぁ。味方の爆豪がダメージを受けてしまったので追いかけてカバーをしよう。逃げ込んだ先でも誰かと遭遇したかな。ここは私が間に入って追撃を阻止しよう。おっとこっち側にいたのはさっきのアスイか。しかしこちらは近距離主体のキャラに強いので相手は逃げるしかない。よしここはこのままガードを展開して味方が回復する時間を稼ごう。よし残りのチームは壁の向こうにいるようだな。壁の上に立っている敵もしっかり味方に知らせて攻撃してもらおう。さて味方は壁の向こうを攻撃しに行ったので私はこちらに逃げてくる者がいないか警戒。おっとそんなことを言っている間に敵が来たな。しかしエリアも狭くなってきているので得意の接近戦に持ち込みやすい。どうやら向こうで敵同士やり合っているようだな。ここは優勢っぽい敵と轟に狙いを集中。凍結状態もガンマ技のアーマー状態なら無理やり耐えて攻撃可能。アルファ技でしっかりダメージ調整をして次のガンマ技でダウンだ。よしセーフエリアの移動具合から言ってあの敵はもう助からない。先にダウンしていた敵爆豪にしっかりとどめを刺して一気に決戦だ。さて残りは最後の1チーム。マウントレディが残っていたが向こう側で巨大化も体力も使い果たして味方の射撃であっという間にダウンだ。お前のことを最高のヒーローだぜ。縛っていこう。迷惑すやるね。得意分野で勝負できたな。というわけで剣道ちゃんでした。鉄壁のガードで前線を押し上げ得意分野の接近戦で勝負していく近距離特化キャラ。そして時には手のひらを呈して味方の前に立ち攻めも守りも優位にする姉御ぶりを発揮できるよ。それではご視聴ありがとうございました。